想像してみてください。あなたは今、イエローストーンの美しい、色鮮やかな温泉を眺めながら、木の遊歩道を歩いています。へえ、とても穏やかな風景ですよね。そうなんです。でも、すると突然、足元の地面が大音響とともに爆発するんですよ。爆発ですか？はい。グレープフルーツほどの大きさの岩が何十メートルも空高く吹き飛ばされて、熱湯と蒸気が辺り一面を包み込む。なるほど。いやいや、これはパニック映画のワンシーンじゃありません。イエローストーンでは実際に起こり得る日常の一部なんですよ。そうですね。多くの方はイエローストーンを野生動物がいる平和で美しい休暇の場所だと思っているかもしれません。ええ、絵はぎ股みたいなイメージですよね。はい。でも今回私たちが探求するミッションは、その絵はがきのような表面をベリッと剥がすことです。おお、剥がしちゃいますか。ええ。生きた生態系と地球のダイナミズム、足元で沸騰する巨大なエネルギー、そして1万1000年に及ぶ人類の過酷なサバイバルの真髄を理解する旅になります。よし、これを紐解いてみましょうか。今回の探求に向けて、イエローストーンの公式ガイドから地質学的レポート、歴史、バックカントリーの規則まで膨大な資料を見渡してみたんですが、はい、かなりの量でしたね。私にはある明確なイメージが浮かんできたんです。それは、時間爆弾のような圧力鍋の上に置かれた息を飲むほど美しい英絵画というイメージです。まさにその表現がぴったりです。まずはその足元にある圧力鍋の正体からお話ししましょうか。お願いします。イエローストーンの地下にはとてつもなく巨大なマグマたまり、つまりスーパーボルケーノが広がっているんです。スーパーボルケーノ、響きだけで圧倒されますね。その莫大な熱源があるため、公園内には1万以上の熱水現象が存在しています。1万以上ですか。はい。しかもなんと、世界中の間欠泉の半分以上にあたる500以上の間欠泉がここに集中しているんですよ。ちょっと待ってください。世界中の半分ですか。でも、一口に熱水現象といってもいろいろありますよね。ただお湯が沸いているだけじゃないというか。おっしゃる通りです。例えば、マットポットと呼ばれる泥火山があります。マットポット、泥の壺ですか。これは単なる泥水ではありません。実は、水が極端に不足している温泉なんです。水がない温泉？はい。地下から有化水素ガスが立ち上がりまして、それが微生物の働きなどで硫酸に変わるんです。硫酸って危険な。その強酸が周囲の岩石を文字通りドロドロに溶かして、ボコボコと沸騰する酸性の粘土を作り出しているんですよ。岩を溶かすほどの酸の泥ですか。それは恐ろしいですね。そうなんです。あとは蒸気だけが噴き出す噴気孔、フマロールとも呼ばれますね。それから普通の温泉、ホットスプリング。そして定期的に吹き上がる間欠泉、ガイザーがあります。でも、温泉と間欠泉ってどちらも地下で熱せられた熱いお湯ですよね。なぜ片方は静かに湧いていて、もう片方は激しく空高く吹き上がるんですか？決定的な違いは地下の配管システムにあるんです。配管ですか？間欠泉の地下の通り道には、どこかに必ず狭いくびれのような部分があるんですよ。ああ、なるほど。庭でホースを使って水をまくとき、遠くまで飛ばそうとしてホースの先を親指でギュッと塞ぐのと同じ原理ですよね。完璧な例えです。そのくびれの下に水が閉じ込められると、マグマの熱で沸点を超えても、水圧のせいで水蒸気になれない加熱状態になります。はいはい。そして限界に達した瞬間、一気に膨張して水蒸気爆発を起こし、上の水を空高く押し出すんです。だから吹き上がるんですね。ですから地下の形状が複雑の世界最大級のスチームボート間欠泉はいつ爆発するか予測不可能なのに対し、配管が比較的まっすぐなオールドフェイスフル間欠泉は一定のリズムで噴出するわけです。すごい仕組みですね。でもちょっと待ってください。マグマの凄まじい熱と岩を吹き飛ばすほどの水圧ですよね。はい。なぜその地下の配管自体がこっぱみじんに壊れてしまわないんですか？ここで非常に興味深いのはですね、シリカという鉱物の存在なんです。シリカ。地下の熱水は周囲の火山岩、流紋岩からシリカを溶かし出します。それが冷えて固まることでシンター、あるいはガイザライトと呼ばれる硬いガラス質の層を作るんです。なるほど。これが配管の内側をコンクリートのように分厚くコーティングして補強しているため、強烈な圧力に耐えられるんですよ。自然が自分で圧力鍋をコーティングしているんですね。でもイエローストーンって年間1000回から3000回も地震が起きる
常に揺れ動いている場所ですよね。そうですね。非常に活動的です。そんなガラスのような硬い配管なら、地震が起きたらパリンと割れてシステムが壊れてしまいませんか？普通はそう考えますよね。でも実は全く逆なんです。頻繁に起きる地震こそが配管を詰まらせないために不可欠な役割を果たしています。詰まらせないためですか？ええ。シリカが沈殿し続けると、いずれホースの先が完全に塞がってしまいますよね。ああ、どんどんコーティングが分厚くなって。そうなんです。だから定期的な小さな地震がその詰まりを解消して配管をクリアに保っているんです。塩コショウの瓶の穴が詰まった時にそこをトントンと叩くようなものですね。面白い。地震がメンテナンスをしているとは。ただ、地震によって配管の形が微妙に変わることはあります。例えばどんな風にですか？例えば、1959年にマグニチュード 7.3 のヘブゲン湖地震が起きた後、オールドフェイスフル間欠泉の噴出間隔は以前よりも長くなりました。へえ、噴出タイミングが変わっちゃったんですね。ええ、大地は常に生きていて変化し続けているんです。ここからが本当に面白いところなんですが、はい。私たちはイエローストーンと聞くと、いつかスーパーボルケーノが超巨大噴火を起こして世界が終わるんじゃないかなんてことばかり心配しますよね。映画やドキュメンタリーでもよく取り上げられますからね。でも、実際にあなたや私が訪れた時に、現実的かつ最も警戒すべきなのは、マグマの噴火ではなく、冒頭でお話ししたような熱水爆発の方なんですよね。その通りです。マグマが直接噴出するような破局噴火が私たちの生きている間に起こる可能性は統計的に見て極めてゼロに近いです。ゼロに近いんですね。ええ。しかし、地下の熱水が急激に蒸気に変わって岩盤を吹き飛ばす熱水爆発は、実は年に数回は公園内のどこかで起きています。年に数回も。そういえば、2024年7月23日にもビスケットベースンで熱水爆発が起きましたよね。はい、まさにその通りです。遊歩道が破壊されるほどの規模でした。でもちょっと待ってください。もし何の前それもなく突然遊歩道が爆発して破壊されるなら、そもそもなぜこの公園は一般公開されているんですか？どうやって安全を確保しているんでしょうか？完璧な安全など自然界には存在しません。だからこそリスク管理が極めて重要になるんです。リスク管理。観光客に絶対に指定された木の遊歩道、ボードウォークから降りてはいけないと厳重に警告しているのはそのためです。木でできた道ですね。ええ、あの遊歩道は地質学的な調査に基づいて最も安定したルートの上に作られています。薄く脆い近くから一歩でも外れれば、そのすぐ下には文字通り沸騰した酸性のお湯が渦巻いているんです。考えただけでゾッとします。ですから、遊歩道を守ることは単なるマナーではなく、命を守るための絶対条件なんですよ。いやー、これほどまでに予測不可能で、沸騰し、爆発。し、常に揺れ動いている極限環境。現代の私たちでさえ、厳重な管理の下で恐る恐る歩いているのに、はい。驚くべきことに、人類は1万1000年以上前からこの地で繁栄していたんですよね。本当に驚異的です。特にトゥークディカ、別名シープイーター、羊食いと呼ばれる小小児族のグループは、何千年にもわたってこの地で素晴らしい適応力を見せました。彼らのサバイバル術は本当に見事ですよね。彼らはこの環境を単に生き延びただけでなく、完璧に利用していたんです。ヨーロッパ人が持ち込んだ馬を使う部族が多かった中で、彼らはあえて狼やハスキーに似た強靭な犬を飼いならしていたんですよね。そうなんです。トラボーイという荷物引きを犬にさせて、険しい地形を移動していました。犬に荷物を運ばせていたんですね。でも私が一番驚いたのは、
彼らがこの過酷な熱水をどう利用したかです。ビッグホーンシープの角を使った弓ですね。そうです。非常に分厚くて硬いビッグホーンシープの角をただ火で炙るのではなく、イエローストーンの沸騰する温泉に浸して柔らかくしたんです。へえ。そして動物の剣で補強し、信じられないほど強力で美しい弓を作り上げた。つまりこれってどういうことなんでしょうか。と言いますと、彼らはこの危険な火山地帯のエネルギーを直接利用して、当時の北米大陸で最も高度な兵器を作り出す独占的なハイテク製造拠点を築き上げていたということですよね。究極のジオハッカーですよ。ええ、まさにその通りです。これをより大きな視点に結びつけて考えてみると、極限の実質がいかにして高度な人間文化と巨大な経済ネットワークを生むかが見えてきます。経済ネットワークですか。はい。熱水だけではありません。彼らがオブシディアンクリフ、黒曜石の崖で採掘した黒曜石もそうです。ここのマグマは結晶化する合間もなく急冷されたため、紺碧な火山ガラスを形成しました。これは当時の最高級素材で、鋭いナイフや矢印を作るための手段でした。その黒曜石の価値がどれほど高かったか。驚くべきことに、イエローストーンの黒曜石は広大な交易ルートに乗り、遠く離れたオハイオ州の古代遺跡からも発見されてるんですよ。オハイオ州まで届いていたんです。オハイオ州ですよ。彼らはスーパーボルケーノの力を借りて、古代北米の経済そのものも動かしていたんですね。しかしそれほどにも豊かな資源と間欠泉という圧倒的な自然の脅威を持つ土地です。やがてヨーロッパ系アメリカ人がこの地の存在を知ると大きな変化が訪れます。変化ですか。当然のことながら一部の人々の私欲による搾取や開発の波が押し寄せることになるんです。それを防ぐために1872年に世界で初めての国立公園に指定されたわけですよね。素晴らしい理念です。ええ、理念はそうでした。でも法律ができたからといって魔法のように自然が守られたわけじゃない。初期のイエローストーンはまさに無法地帯の西部劇そのものだったとか。悲惨な状況でしたよ。法律はあっても公園を守るための予算も人員も全くなかったのですから。誰も見張っていなかったんですね。結果として密猟者が利益のためにエルクやバイソンなどの野生動物を狩り尽くし、観光客やお土産物ハンターはなんと斧を持ち込んで間欠泉の美しいシリカの塊を叩き割り持ち帰っていました。斧で間欠泉を叩き割る。いやいや、狂気の沙汰ですよ。公園が完全に破壊される寸前で事態を重く見たアメリカ政府はついに実力行使に出ました。とうとう動いたんですね。1886年、米国陸軍が介入してフォートイエローストーンという基地を建設したんです。ちょっと待ってください。つまり当時のアメリカ騎兵隊が事実上の最初のパークレンジャーだったってことですか。その認識で間違いありません。まるで西部劇の映画じゃないですか。軍隊の存在はイエローストーンを物理的な崩壊から救い出しました。彼らは厳しい冬の間にもスキーを履いて広大な雪原をパトロールし、重武装した密猟者たちと対峙したんです。スキーでパトロールですか。命がけですね。特に歴史を動かしたのが1894年です。何があったんですか。ペリカンバレーでバイソンを密猟していた悪名高いエドガー・ハウエルという男を一人の兵士が追跡の間に逮捕したんです。バイソンの密猟者を。その事件が全国的なニュースになって世論が大きく動いた。そして野生動物の密猟に明確な罰則を設けるレーシー法の成立につながったんですよね。おっしゃる通りです。軍隊が命がけで守らなければ今のイエローストーンの生態系は存在していなかったかもしれません。本当にそうですね。そして軍隊は1916年に現在の国立公園局が設立されるまでこの地を守り抜きました。そこからは大きなパラダイムシフトが起きます。どんな風に変わったんですか。単なる軍事力による不法侵入者の排除から科学的なデータをもとにする生態系の管理と訪れる人々への教育へと進化したのです。なるほど。1950年代から60年代にかけてのミッション66という大規模プロジェクトによってキャニオンビレッジのような近代的な観光インフラが整えられ、大衆が安全に大自然を体験できるようになりました。陸軍が守り抜き、国立公園局が道や施設を整備した。現在では2000室以上の客室を持つ9のロッジがあって快適に滞在できるわけですね。はい、とてもアクセスしやすくなりました。でもその舗装された道路を一歩外れて、かつてトゥクリカの人々や騎兵隊が直面した手つかずの自然、つまりバックカントリーに足を踏み入れるには全く次元の違う覚悟が必要になりますよね。
本当にそうです。3000以上あるバックカントリーキャンプ場の予約は非常に競争が激しく、3月の早期アクセス抽選を勝ち抜く必要があります。抽選があるんですね。でも、許可証を得るのはほんの始まりに過ぎません。もう、ルールブックを読んで本当に震えましたよ。厳しいですからね。クマを避けるために食料を吊るすための35フィート、つまり約10メートル以上のロープが必須とあるんです。絶対に必要です。10メートルの高さに食料を吊るさなきゃいけないなんて、これは近所の公園へのピクニックじゃないですよ。まるで別の惑星へのサバイバル遠征を計画するようなものです。決して大げさな表現ではありませんよ。クマ撃退用のベアスプレーの形態は常識ですし、常識ですか？春には凍結用な雪解け水の川を命がけで渡らなければなりません。高山病のリスクもありますし、真夏の7月でさえ突然の氷や雪に見舞われる予測不可能な天候なんです。7月に雪ですか？信じられない環境ですね。さらに言えば、自然は常に地図を書き換えています。例えば、2022年に起きた歴史的な大洪水の影響で、ペブルクリークキャンプ場は2025年になってもまだ閉鎖されたままなんです。まさに圧倒的な大自然の力ですね。ここで重要な疑問が浮かび上がってきます。はい。なぜバックカントリーにはこれほどまでに厳格で、時に煩わしいほどのルールが存在するのでしょうか？なぜかですか？多くの方は人間が自然を破壊しないためだと考えます。もちろんそれもありますが、本質は極限の力を持つ大自然から脆弱な人間を守るためなのです。なるほど。自然から人間を守る。これらのルールに厳格に従うことこそが、この生きた、そして非常に危険な生態系に対する最大の権威の表現なんですよ。深く納得しました。地下で煮えたぎるマグマの力、間欠泉の絶妙な配管システムとそれを維持する地震、トゥクディカの人々が築き上げた独自の高度な文化、そして斧を持った破壊者から自然を守り抜いた陸軍の歴史から、食料を10メートルの高さに吊るす現代のサバイバルルールまで、イエローストーンはただの美しい景色なんかじゃない。はい。まさに今この瞬間も呼吸し変化し続ける地球の鼓動そのものですね。その通りです。そして最後に一つ、あなたに全く新しい視点を提案したいと思います。何でしょうか？私たちが先ほど話した沸騰する酸性の熱水泉。あの中は私たち人間の基準からすれば間違いなく死の環境ですよね。酸の泥だったりしますからね。しかし、そのお湯の周りにある鮮やかな黄色やオレンジ、緑色のマットを見てください。はい、写真で見ました。信じられないほど色鮮やかですよね。あれは単なる鉱物の色ではないんです。あの中には好熱菌と呼ばれる微生物が何兆匹も密集して生息し、独自の生態系を築き上げているんですよ。あの沸騰した酸の中で生きている生命がいるんですか？はい。彼らは人間なら一瞬で火傷を負うような煮えたぎる酸の中で見事に繁栄しています。それはすごい。ですから次にあなたがイエローストーンの鮮やかな熱水泉の写真を見るときはこう想像してみてください。はい。あなたは単なる観光地を見ているのではありません。それはまだ海が煮えたぎっていた初期の地球で生命がどのように誕生したのかを覗き込むタイムマシーンなのです。タイムマシン。さらには宇宙のどこかにある過酷な惑星で生命がどのような形で存在し得るかを示す宇宙の鏡でもあります。タイムマシンであり宇宙の鏡。それは本当に鳥肌が立つほど刺激的な視点ですね。ただ力を感じるだけでなく生命の起源、さらには宇宙の秘密さえも握っている場所だったとは。そういうことなんです。今これを聞いているあなたも次にイエローストーンの写真を見るときはきっと今までとは全く違う畏敬の念を抱くはずです。あなたの知的好奇心を少しでも刺激でしたなら嬉しいです。本当にそうですね。今回の資料提供もありがとうございました。それではまた次回の探求でお会いしましょう。常に問い続けることを忘れないでくださいね。